リンのモデリング日記。今回はタイヤを作ります。タイヤにもいろんな種類があるので、車種や用途によってどういったものを作るのかを考える必要があります。リアルな車用のタイヤなら溝なんかも細かく作る必要がありますが、デフォルメされた車ならタイヤの溝もそこまで細かく作る必要はないですよね。今回はややデフォルメよりの車のモデリングを計画しているので、それ用のタイヤを作成していきます。まずはハイポリ用のモデルを作成して、ローポリ用のモデルにノーマルマップをベイクします。最初からあるボックスは削除して上面の視点にしてからテンプレート用の画像を参照します。サイズを1メートルにして深度を前に不透明度にチェックを入れて値を 0.1 にします。平面を追加して編集モードでテンプレートに合わせてモデリングしていきます。まずは合わせやすい左側からやっていって押し出しやループカットをして形を合わせます。ある程度できたらサブディビジョンサーフェスモディファイア用のサポートエッジを追加していきます。サポートエッジの入れ方はエッジの内側にループカットでエッジを追加すればいいだけですが、追加していくうちに複雑になっていくのでエッジを整えながら進めていきます。角の部分とかはこういうエッジの入れ方をすれば綺麗なシェーディングになるというのがあるので、いろいろ作っているうちになんとなく分かってくるのかなと思います。
白い部分のモデリングができたら、今度はそれを広げてつなげていきますが、この時平面を拡大するのが普通にやろうとするとちょっとめんどくさかったりします。方法としては、1回押し出して距離は全部ゼロにしてエッジを複製してからスケールをかけて広げたり、1回押し出して厚みをつけて側面をループ選択してノーマル方向へ押し出したりすることで広げることができます。エディットメッシュツールズというアドオンを入れてやると簡単に処理できるので、エクステンションを入手からインストールしましょう。外周のエッジを選んでオフセットエッジズの押し出しを選ぶと外側に広げることができます。それができたらつなげていきます。鋭角な部分はおかしくなるのできれいに整えていきます。四角にできるところはエッジを削除したりしてなるべく四角にしておきます。
一通りつなげたら赤いラインに向けて広げます。下の部分はラインに沿ってエッジを整えて、上の部分は大体で広げておきます。それができたら一度複製して上にずらします。そして上のエッジを複製した下のエッジにスナップで合わせていきます。調整できたら削除しておきます。こうすることでこの後複製した時にきれいにつながってくれます。白い部分の面を選択して Z 方向に押し出します。ミラーモディファイアを追加して反対側も作成します。厚みをつけた部分にサポートエッジを追加します。大体できたのでサブディビジョンサーフェスモディファイアを追加します。前面からの視点に切り替えてテンプレートを参照します。テンプレートに合わせて位置を調整していきます。プロポーショナル編集をすると楽に調整できるかなと思います。
この端のエッジは一応まっすぐになっているか確認しておくと安心です。あとは E キーで押し出しながらテンプレートに沿ってモデリングしていきます。一応これで一つのパターンは完成となります。この後はこれを増やして円状に変形させます。まずは配列モディファイアで複製します。オフセットの倍率で調整しようとするとぴったり合わせるのは大変です。なので真ん中の幅を測定してその数値でオフセットします。オブジェクトモードの下から2番目の定規マークで測定できます。この時頂点にスナップするようにしておきましょう。上面の視点で計測すると 0.11402 と出たので、この値を一定のオフセットの Y のところに入力します。これで隙間なく複製できます。次にこのまっすぐな状態から円状に変形させるためにカーブの円を追加します。半径は 0.5 にして Y 軸で90度回転させます。トランスフォームを確認すると Y が90度となっているので、回転のトランスフォームを適用して0度にしておきます。カーブモディファイアを追加して作成したカーブを選択します。変形軸を Y にします。このままだと横向きになっているのでカーブの方を調整する必要があります。カーブを選択して編集モードに入ってすべての点を選択して平均傾きをマイナス90度にします。そうするとパターン面が上に向きます。配列の数を変えると分かりますが、現状きれいにつながっていません。元の形状をスケールしてつながるように調整すればつなげることは可能ですが、ちょっとめんどくさいです。パターンがきれいにつながるということは配列で並べた時の長さが円周と同じになるということなので、円の大きさを変えてきれいにつながるようにします。1パターンの長さは 0.11402 と分かっているので、配列の数をかければ長さイコール円周が出ます。円周を円周率で割れば必要な直径を計算できるので、その直径の円にすれば良いことになります。最初に円を作るときに半径を 0.5 にしましたが、これは直径にすると1となります。スケールも1ですので、スケールイコール直径とするために半径を 0.5 にしました。やりたいことは以上となりますので、これを実行するために円のスケールにドライバーを作成します。配列の数のところで右クリックからデータパスをコピーします。円のスケール Y で右クリックからドライバーを追加します。(X) のところを単一プロパティに変えてプレーンを選んでパスのところでコントロール V をしてデータパスを貼り付けます。変数名はカウントとしておきます。次にオフセットの Y のところでデータパスをコピーします。ドライバの編集で Y スケールのドライバを編集します。入力値を追加して
同じようにデータパスを貼り付けます。こちらはオフセットとしておきます。式のところにカウント×オフセット割る π と入力します。スケール y のところで右クリックの新規ドライバーとしてコピーを選択して、スケール z のところでドライバーを貼り付けます。これで配列の数を変えると円の大きさが変わってきれいにつながるようになります。円の分割数が12だと円が大きくなった時に少ないので36くらいにしておきます。あとはマージにチェックを入れて各頂点をマージします。ただ最初と最後はマージできないので溶接モディファイアでマージします。これでハイポリ用のモデルは完成です。次にローポリ用のモデルを作成します。一旦ミラー以外のモディファイアを非表示にして一つのパターンのみにします。平面を追加してミラーモディファイアを追加します。上面の視点で大体の大きさにして前面からの視点にします。ある程度の分割数になるようにエッジを押し出してモデリングします。だいたいできたら上面からの視点に切り替えて幅を調整していきます。ここで一工夫なのですが、円の大きさはハイポリと同じものを使うので円周はすでに決まっています。なので配列の数によってここの幅が変わるようにしないときれいにつながりません。計算を楽にするために幅を1メートルにしてやります。そうすればスケールにドライバーを設定して幅を計算で変更することができます。下の方は y を0メートルに揃えて上の方は y を1メートルにします。配列モディファイアを追加してオフセットの倍率 y を1にします。数を適当に増やしておいてカーブモディファイアを追加してカーブを選択します。数のところでデータパスをコピーしてカーブの y でドライバーのコピーをします。ローポリの平面を選んで y にドライバーを貼り付けます。ドライバーの編集をして入力値を追加します。プロパティはローポリの平面を選択してパスのところでコントロール V をしてデータパスを貼り付けます。名前はカウント_b としておきます。式はカウント×オフセット割るカウント_b と入力します。これできれいにつながります。マージにチェックを入れて溶接モディファイアでマージします。これでローポリ用も完成です。次にノーマルマップをベイクしていきます。ローポリの方は配列の数を32にしておきます。
名前も分かりやすいようにハイとローに変えておきます。ローポリの方は UV 展開をしないといけないので、モディファイアを適用する必要があります。元のオブジェデータは残しておいた方がいいので、コピーして適用していきます。そのままモディファイアを適用すると、スケールのドライバーで使用している配列の数の値がなくなるので、スケールが0になってしまいます。なので、先にドライバーを削除して値を残しておくことで0になるのを回避します。次にシームを設定して UV を展開します。綺麗に UV 展開できないですね。こういう時はスケール値を確認してください。Y が 0.214 になっていますね。UV 展開するときはスケール値がすべて1になっていないと展開したときにおかしなことになりがちです。なのでトランスフォームの適用をしてスケール値を1にしてから再度 UV 展開します。綺麗になりました。このままでも別にいいのですが、円柱っぽいものはなるべく等間隔の方が綺麗に見えるので、そうなるように調整します。Mio3UV というアドオンのグリッドというのを選べば区形にしてくれるので、入れることをおすすめします。これはエクステンションを入手からインストールできます。だいたい高さを揃えて正規化して最大限 UV を利用できるようにします。シェーディングタブでベイクの準備をします。新規でマテリアルを追加して色を黒にしておきます。画像テクスチャーノードを追加して新規からノーマルとして新規画像を作成します。そしてハイのオブジェを選んでからシフトを押しながらローのオブジェを選んでノーマルの画像テクスチャーノードを選びます。その状態でレンダープロパティにあるベイクからベイクタイプをノーマルにして選択物からアクティブにチェックを入れて押し出しを 0.04 くらいにしてベイクを押します。そうするとノーマルマップができるので保存しておきます。プリンシプル BSDF を選んで Ctrl+T でノードを追加して開くでノーマルマップを開きます。ノーマルマップノードを追加してプリンシプル BSDF につなげます。ノーマルマップは非カラーで使用するので変更すると正常に表示されます。ハイポリにもマテリアルを設定して見比べてみましょう。だいたい似たような感じですね。ポリゴン数を見てみるとハイポリが 208,626 でローポリが 2,176 です。だいたい100分の1ですね。タイヤのモデリングは以上となります。一度作っておけばいろいろと利用できると思うのでぜひ挑戦してみてください。いいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた。